イバー。本日はですね、はい、抜刀術。これが小池チョキこれが攻防一体の抜刀術ですよね。いかに素早くして抜くか。はい、どうも現代忍者タクです。ちょっと弾いてボタン。いや弾いてやることがいちいちはい、ということで、はい、本日はですね、はい、また稲川先生のベースなんですけれども、そうですね、抜刀術。この前宮本武蔵演じた坂口拓が五輪の書を紐解くという動画撮りましたよね。撮りました。ここにサムネ貼ってますけれども、やっぱり五輪の書訳してる人のを読むと訳してる人の気持ちとか分析が入っちゃうからね、だから訳してないものをねあえて読んで、ある程度武術を理解した人がそっちの方を読んだ方が自分の中の宮本武蔵を理解できるんじゃないかということでやっております。坂口拓の師といえば稲川先生なんで、はい、稲川先生ってもともと剣術家の生まれでもあるわけです。そうなんです。神道流の。そうです。今日はその辺のところも掘り下げさせていただいて、いいですね、稲川先生の抜刀術というものを学びたいなと、そういった回でございます。僕は何度もねもちろん見させてもらいますけど、本当に先生は美しい、そういうのを皆さんにね見てほしい。はい、ということで、はい、稲川先生、先生、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、もう何度も先生の剣術見せていただいてるんですけれども、先生は剣術家の生まれでもあるということで、神道流。そうです。はい、神の刀って書く神道流ですね。はい、じいちゃんが結構バリバリで、それで親父も、親父って言っても荒谷隆の親父じゃなく、実の父の方がバトやってましたね。先生でもう何年ぐらい？俺はね3歳ぐらいの時に初めてその刀を触れるって言われて、家に置いてあった刀、小口がっちり閉まってたんで、開けることはできないんですけど、家紋入りのが置いてあって、で少しこう触らせてもらったり、あとはなんか武術のそういうような動きみたいな正座とかそういうのやらされてましたね。抜刀術、あとは居合とかって言いますね。なんとなく一緒のように見えて結構こう違くて、抜刀っていうのは刀を抜けばもう抜刀って言われてしまうんで、それに特化したのが抜刀術で、居合っていうのはこう座ってよく見ません？こう座ってこうやる、はい、あれが居合術っていうんですね。坂本龍馬とかああいう幕末の時代のああいうなんですか、京都のああいうところの切り合いはよくこういうところに刀傷があったっていうのは、あれは座っている時に来るんで、あれは居合術が多かったってなんかちょっと言った時に、昔は多分太刀って言われてものすごい長いのをこう振り回してたところからだんだん刀っていうものになって、腰の刺し方も本当は刃がこう下にして馬に乗ってこう抜くんで、刃がこう下からだんだん切り上げの方が早いんで、刃を上にして対等っていうんですけど、刀をこう降りるのも変わってきたっていうので、そこに特化していったっていうのが居合抜刀術っていうのが結構多いですね。だから多分そのたくさんが今紐解いてる五輪の書だと、抜刀っていうよりもガーってただ抜いて構えてからの文書が多分多い。合戦っていう3000対3000とかにどういうふうに勝つかっていうのがやっぱ宮本武蔵の彼自身が目指した兵法ですよね。抜刀術っていうのは前やったと思うんです。扇子で神道流はやるって詩吟で踊りの中に隠せって言われたように、アメリカに一度占領されてるので、そういうことをやってはいけないっていうまで時期だったので、そこでそういうような歌とかに隠していろんな方にこう普及しろっていう風な感じでやってったみたいですね。原本先生はあれですよね、侍剣抜いたらもう鞘に収めることを考えるなっていうことで、やっぱり抜刀術っていうのは抜いた瞬間に一撃必殺じゃないですけど、一撃で相手を倒すっていう意味もあるわけなんですか？あります。あとはさばきの技がですね、そこに俺美しいと思ったんですよ。あの刀を持ってチャンチャンってせずに本当に切ってくるのの線をくるっとこう返す技が多いんですよ。しかも抜きながら返して、相手が切り終わったら5の線で勝てるような戦術が結構多くてですね、普通は相手が切ってきたら同時ぐらいに抜いて切るはずなのに、それを軽く一回避けたりしてカウンター技っていうんですか、それ分かんなかったんですよね。子供の頃父がそれやってても何のこっちゃ、普通はこうなんか巻き腹があって、シュッと抜いて切る、そのものを切るんですけど、相手が切りかかる、ついてくるっていうのをその線を外してさばきながら自分は刀を抜いてちょっと相手に収めるっていうのがやっぱり抜刀術の極意というか、美しさがで、こう
まあ走りっていうんで鞘もこう引いて鞘引きっていう動きで腰でこう鞘引いて抜くんですけど、手だけじゃなく体の全部が同時にこう使われていって一つの太刀になるんですけど、俺こう一回手で抜いたんですけどなんか挟まっちゃうんですよね。真剣だとかきったこう鞘にこうそれをまあちょっと言ったら、まあ、まだ剣の神様にお前は寵愛されてないって言われましたけどね。じゃあ先生にちょっと一回持ってもらってそうですね、いろいろ解説していただきたいと、最新戦闘術を極めたアクション俳優とジークンドーを極めた暗殺者。1%。はい、どうぞ。これで私がいつも練習で使ってるやつですしね、これねプラスチックなのよ。でプラスチックだとしたらめちゃくちゃ痛いのこれ。いやいや、それ痛いでしょうよ。普通プラスチックの刀っておもちゃの刀イメージするじゃん。そうじゃなくてめちゃくちゃ硬くて痛いの。だからこれ練習でも当てたらめちゃくちゃ痛いのけど、珍しくて刀っていうのも重心がどこにあるかっていうので変わるでしょ、振り方が。実はいい刀ほどちょっとここに重心が視点が来るやつが一番いいんだけど、これプラスチックなんだけどすごくこれいいんだよね。すごくこれバランスがいいと。バランスがいいくて、じゃあそれで先生に振っていただきましょう。あれですね、これ多分ポリプロピレンっていう材質なんですよね。ぶつけ合っても割れないし、海外だとこういうものが多くて、自分も練習とかはねこういうの木刀だとやっぱどうしても折れちゃうじゃないですか。はい、結構お値段も高いんで、バンバン1日の稽古で3本ぐらい折っちゃうと、あとは湿気あるところでやるとか曲がってきませんか、木刀って。なんで自分も最近はこういうポリプロピレンのやつで、あと反りまくってるのってちょっとこう抜きづらかったり、ちゃんと唾がつくところもすごいいいなっていうので。波紋もそうですね、ちゃんと意味ある。やっぱりね波紋ないとなんていうんですか、どっちに入れてるか分からなくなっちゃうんで、自分なんか直刀の木刀にもちょっとこう削ったりとかして、そうじゃないとチャンバラになっちゃうんですよね。当たった時にどっちに刃が当たってるのかわからないんで、ちゃんとこの刃がきれいにまっすぐここからこう出てるかどうかっていうところで大事にこうなってくるんですよね。最初唾はですね、私この親指でやっぱ押さえとくんですよ。そうじゃないとこうやった時にこうツーツーと出てきてしまうんで、こうしてこれが濃い口を切るっていう。最初こう、持ってる時にただこうせずに親指をこう入れて、で押す方もいればここの親指のこの平面で少し食ってちょっと押してあげると、濃い口ってここ挟まってる部分がちょっと開くんですよね。これ開きすぎて握るともう相手が降りかかってくるので、何気ない素振りの時に濃い口をもう切っとくと、これがもうこう握るとバレてしまうんで、ふわっと立ってるこの辺りから、それで握るとこう硬くなるんで、親指のここと小指のこの辺で手を使って軽めに握って脇絞った時に半分ぐらい抜けると思うんですね。そしたらこの腰を抜くとこの剣が腰を戻すとこっちにこう来ますので、その時にこう握ってあげるっていうのは基本というか基本の感じで、124これをこう線を変えながら抜いて、この線っていうのをここをこう変えながらどっち斜めの方向に行く、あとは後ろの方向にも行くってこう線を変えながらやっていくっていうのが基本で、あとはこう背中を通す場合もこう入っていったり、逆に正面からこっちに行ってこの月に変える場合と、あとは正面の平で抜く場合とっていう、こういうのがこういろいろ組み重なって線をずらすっていう意味はだってことは分かるでしょ、相手が先生の背骨中心に振ってきた時にもういないってことです。対峙している時ですね。そういうこと。構えてる状態からこういった時にはいない。同じ先生いきます。はい。はい。いきますよ。はい。止まる。これがこう攻防一体のバット術ですよね。はい。
本当に線がずれた瞬間にはもう先生が決めてたね。そうそうそう。あだからもうそのまま五輪中とか抜いたら五輪中さす。はい、ここで1かはい。これもう先生も分かるでしょ。鎧着てても脇下。そうなんですよ、脇下でしょ。狙うんですよね。脇下って先生鎧ないですね。ないんですよ。もうだからそこを狙いなさいっていう。なんで脇なんだって思ってました。本当に子供の頃、頭じゃんって剣道のイメージなんで、あと脇とか鼠径部とかを狙うんですよ。でやっぱり大人になって武術をこうやるようになってから甲冑狙いんだっていう。だからやっぱりこういう武器術というか戦闘術とはやっぱりそういう特殊な穴を狙って戦闘用にできてるんだなっていうのが、はいはいはい。確かに脇の下まで鎧があったら動けないですからね。そうこうロボットになっちゃいます。これ先生逆に西洋の甲冑ってどうなってましたっけ？でも西洋の甲冑はもっとガチガチですね。ですよね。あとはい首の下も首の下あります。でやっぱりここがないんで、はいやっぱフェンシングで突き刺す細いところを刺し系になるんですそう切るより刺刺すんだ。す。日本はやっぱり刀なんで断ち切るっていう方がやっぱりこううまくできてますよね。西洋も脇下はないはずよ。そうじゃなかったら腕動かなくなっちゃう。肩まであるんですね。ガチャガチャっていうここをやっぱ狙う。ここだって鎧があったらもう腕上がらないじゃん。確かにそれ着て西洋バトルやりましたもんね。我々はねああそうですよね。アーマードバトルでね。脇下はないはず。先生、はい今そのバットを見せていただいたんですけど、はい。居合って見ていただああはいはい、座ってるやつですね。はいはい。座ってやるやつを全部居合って言うんですか？そうですそうです。居合道って立ってももちろん居合道ってあるんですけど、はいはいほぼやっぱ座る技が座ってうまくこう身体操作で立つんですよ。座って正座とかしてしまったらこうよいしょっていうところを、はい特殊に座り方があってこの自分のこの足ありますよね。はいはいかかとありますよね。はいここがこのケツの尻の穴とこの尾てい骨の間ぐらいに座っておくんですね。で足を前からすると完璧に曲げて普通にこうあぐらかくところきついんですよ。はいなので素早く立てるようにこうする。あと伸ばす方もいらっしゃいますね。これ流派によってもしかしてクッションってこと？そうですクッション。こう立つために一番立つ時に早いんで特殊な座り方をこう。じゃあもう座っていながらも敵に襲われるかもしれないっていうのを想定してそういったクッションでこう勢いでそうですそうですそうです立てるようにしてるのが技はいはいはい。こうしてこれもこうすると楽なんですけど、はいまあこっから拳2つ分ぐらい離せって言われるんですよね。例えば目上の方といる時にこうやってるとやっぱ貴様なんていうんですか、もうこの試合かってなるでしょ。はいはいこのように刀置いてたら一個やってる時にそうそうそう、なんでちょっと離すんですよね。離すんで、はいでもっと目上の方とお話とかする時はこっちなんでそれをこういかに取るかの練習を父はやってましたね。抜き差しよりもこれをいかに素早くして抜くかっていうようなかっこいいね。かっこよかったですね。座る時にも必ず肩抜いて置いてこうしたままこれで大体この刀をいかに体の柔らかさにすね切って立てるかっていう、素人的には素早く立つためにクッションを仕掛けてるっていうのが仕掛けてちょっと面白いですね。で今先生みたいに抜きながら今素でスパンと来たでしょ。離れてたら取った瞬間に一回背向けてるんだけど来た瞬間に今切ったみたいな。少しこう線もちょっと外してだから居合じゃなくて居合術だよね、もはやね。なるほどね。技になって技だよね。深いし美しいですよね。ね。そうです。だから居合の時にやっぱ短い刀がいいよとかつばがこうがいいよとかはよく教えてもらったりとか、入れるのとかここがこうのがいいとか、置き方もまっすぐ置く場合と少しこうする場合とちょっと見えない感じの方がこうスーッとこう持ってきやすいじゃないですか。そういうのをなんかこう裏技というんですかね、そういうのも結構だからすごい奥深い。だから
俺はこれをちょっとこう改造して自衛隊のその海外に行かれる方とかの指導にこの立ち方とかをちょっと抜刀術を改造させてもらってこういうのありますよいいですよっていうので普及というか、やっぱり立ちやすいですねって言ってくれるんで、あと銃もこうやって置けないんで、銃もやっぱりこう置くじゃないですか、その時にこの抜刀と同じようにその銃火器も取りやすくすると立ちやすいですよとか、そういうのでこう現代流の戦闘術にもこういう古い技を研究して作った今でもまだ研究してて抜刀はまだまだこう深いんで。これは稲川流抜刀術になるのか、それとも神いや道流これは抜刀術。もう神道流とか、いろんな方が同じ技やれようっていうのとか、俺の場合は何ていうんですか、背骨をこうくっつけるのが結構こう自分は得意なんですね。水泳もやってたこの丸まってる背骨がこう丸まってるところから一個ずつこう立てる、得意縦ウェーブっていうんですかね、が結構得意なんで、そうイメージ的な、それを神道流とかいろんなところの抜刀術に入れさせてますし、この肩甲骨のそうするとこの抜刀の時に肩甲骨がまず前に前に行くんで、こういうのをちょっと入れさせてもらって、昔のものを研究して今のゼロレンジ流にちょっとこう改造しているっていう。次回はね、この抜刀から次のステップっていったら何になるんですかね。立ち合いになるわけですか。じゃあちょっと次回また稲川先生に立ち合いの術というものを。立ち合いはお相撲でも立ち合いって言うじゃないですか、お互い立ち合うところの剣術に行くのか柔術に行く柔法に行くのか手裏剣術に行くのか逃げに行くのかって、そこから多分立ち合いからどうしようってなるとか面白いですね。立ってから本当にこう手裏剣がいけるのかどうか試してみたりとか、やっぱりダメだったとか、こう安定して投げるとか安定して切るのは誰でもできるんですけど、それもギリギリのこう座ってどうしよう動かないところからもうここを実は浮かしてるんですね。だからもうここぐらいでこう切ってでも立ったら攻撃の手段をこうまたガーッと戦略、それを武蔵はなんかもっと大きく書いてますよね。そういうところがなんかあるから面白いですよね。じゃあ次回どんどん多岐にわたる攻撃の一つを紐解いて紹介していただきましょう。いや美しかったです。ありがとうございました。このチャンネルがね、そうですね。また抜刀術のその先多岐にわたる攻撃を見たいという方は登録よろしくお願いします。ベルマークボタンも忘れずに押して、皆様のところに通知が行きます。新しい動画が出た瞬間に通知行きますんで、ベルマーク押してください。そろそろね、チャンネル登録も50万組んで登録してイベントの方もやりたいですから、ぜひやりましょう。突破イベントやりたいので登録よろしくお願いします。先生、商品のとかまたあれですか、作っていただけるんですか。8月あたりにちょっと休み取れると思うんで、また作っていただける、手作りとかなんかいろいろやりたいと思います。視聴者さんにまた報告しますんで、よろしくお願いします。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。